序章、不安の霧を晴らす科学という名の灯火。もし今あなたが誰かを強く思い、その人との関係に心を揺らしているのなら、少しだけ立ち止まってこの問いかけに耳を傾けてみてください。あなたは最近ふとした瞬間にこれって偶然かなと感じるような出来事に遭遇していませんか？例えばふと空を見上げた瞬間に隣にいる相手も同じ雲を見ていたり、会議中にふと発言しようとした言葉が相手の口から出た言葉と全く同じだったり、あるいは言葉を交わしていないのに相手が次に何を求めているのか手に取るように分かってしまったり、日常の中に紛れ込んだ砂金のように小さなけれど確かな輝きを持つ瞬間、多くの人はそれをたまたまだとか気のせいだとか自分の願望が見せる幻だとして片付けてしまいます。特に相手への思いが強ければ強いほど私たちは臆病になります。期待して傷つきたくないという脳の防衛本能が働き、目の前にある愛の証拠を無意識のうちに否定しようとしてしまうのです。これを心理学では認知的不協和の解消、あるいは過剰な防衛規制と呼ぶこともあります。でも断言させてください。それらの現象は決して偶然ではありません。そしてあなたの単なる思い込みでもありません。それはあなたと相手の脳、そして心が深いレベルで接続され共鳴し合っているからこそ起こる極めて科学的な現象なのです。両思いとは単に好きという感情の矢印が向き合っている状態だけを指すのではありません。二人の人間が神経レベル、生体反応レベルで同期し、一つのシステムのように機能し始めている状態、これこそが本物の両思いの正体です。今日の動画では世界中の心理学研究、行動科学、そして脳科学の知見を総動員し、両思いの二人にしか起こらない現象を徹底的に解明していきます。恋愛映画のようなロマンチックな話だけではありません。これは人間の本能と脳のメカニズムに基づいた事実です。この動画を最後まで見終わる頃には、あなたの心にかかっていた不安という名の霧は晴れ、目の前の世界が確信に満ちた鮮やかな景色へと変わっているはずです。そしてもしこの現象が一つでも当てはまるなら、どうかその手を離さないでください。その関係はあなたが思っている以上に奇跡的な確率で成立しているのですから。それでは心の準備はいいですか？科学が証明する愛の奇跡への旅に出かけましょう。第一章、身体は嘘をつかない。ミラーニューロンと無意識の動機。まず最初にお話しするのは最も基本的でありながら最も強力な身体的サインについてです。言葉は嘘をつくことができます。私たちは社会的な生き物ですから、本音を隠し建前で会話することに慣れすぎています。全然気にしてないよと言いながら傷ついていたり、平気だよと言いながら助けを求めていたり。しかし私たちの身体は脳の指令に対してあまりにも正直です。特に好意を抱いている相手に対して私たちの脳は制御不能な反応を示します。それが行動の動機、心理学でいうところのシンクロニー現象です。あなたもミラーリングという言葉は聞いたことがあるかもしれません。相手が飲み物を飲んだら自分も無意識にグラスに手を伸ばしてしまう。相手が足を組み替えたら自分も姿勢を変えてしまう。これは脳内にあるミラーニューロンという神経細胞が活発に働くことで起こります。ミラーニューロンは他者の行動を見るだけでまるで自分が同じ行動をしているかのように脳内で反応する細胞です。しかし両思いでしか起こらない動機はそんな単純なものではありません。片思いの場合、あなたが一方的に相手を観察し無意識に真似をしてしまうことはあります。これは一方的なミラーリングです。ですが両思いの2人の間に起こるのは相互循環的なシンクロニーです。想像してみてください。静かなカフェで向き合って座っている2人、特に深い話をしているわけではありません。窓の外の景色についてぽつりぽつりと話しているだけ。それなのに2人の呼吸のリズムが完全に一致していることに気づく瞬間があります。吸って吐いて、そのサイクルがまるで一つの生き物のように重なり合う。これを裏付ける興味深い研究があります。カリフォルニア大学の研究チームが行った実験では、互いに惹かれ合っているカップルの心拍数や皮膚コンダクタンス、発汗反応を測定したところ、2人が近くにいるだけでこれらの生理的反応が見事に同期することが確認されました。会話の内容や感情の起伏にかかわらず、ただそこにいるだけで心臓の鼓動のリズムさえもが揃い始めるのです。なぜこんなことが起こるのでしょうか。それはお互いがお互いに対して
極めて高いレベルの注意と関心を払い続けているからです。脳は重要な情報を逃すまいと、相手の微細な表情、声のトーン、呼吸の深さを常にモニタリングしています。そして相手に同調することで、私はあなたの敵ではありません、私はあなたと同じ群れの一員ですというシグナルを送り、安心感を共有しようとするのです。これが両思いでしか起こらない理由は明確です。一方が無関心であれば、このモニタリング機能は働きません。あなたがどれだけ相手に合わせようとしても、相手の心拍数があなたに同調することはないのです。もしあなたが相手と一緒にいるとき、ふとなんだか呼吸が楽だなと感じたり、沈黙が訪れても心地よい一体感を感じたりするならば、それは2人の自律神経レベルでの同期が完了している証拠かもしれません。さらにもっと日常的で少し笑ってしまうような動機もあります。それはあくびです。あくびが伝染するというのは有名な話ですが、実はこれ単なる生理現象ではありません。イタリアのピサ大学の研究によると、あくびの伝染は感情的な親密度と強く相関していることが分かっています。見知らぬ人よりも友人よりも恋人や家族の間で、あくびはより早く、より高確率で伝染します。これはあくびの伝染が共感能力に基づいているからです。もしあなたがデート中に小さくあくびをしたとき、相手もつられてふわっとあくびをしたなら、恥ずかしがる必要はありません。それは相手が退屈しているサインではなく、相手の脳があなたの脳と深く共感し、感情的にリンクしているという、これ以上ない科学的な証明なのです。眠いねと笑い合えるその瞬間こそ、脳科学的には最高に愛し合っている瞬間と言えるのかもしれません。このように身体的な動機は意識してコントロールできるものではありません。だからこそ、そこには嘘偽りのない真実があります。次にあの人に会った時、観察してみてください。歩くスピード、瞬きの回数、笑うタイミング、もしそれらが驚くほど自然に重なり合っているなら、2人の関係は言葉を超えた領域ですでに結ばれているのです。第2章、偶然を必然に変える脳のメカニズム。同時多発的な思考、身体的な動機の次に、私たちが直面する不思議な現象があります。それはまるでテレパシーのように思考そのものが重なってしまう瞬間です。こんな経験はありませんか？ねえ、今日の夕飯なんだけどと言いかけた瞬間に、相手もね、今日カレー食べたくないと同じ話題を切り出し、しかもそれがあなたがまさに提案しようとしていたメニューだった時、あるいはふとあの人に連絡しなきゃと思ってスマートフォンを手に取ったその瞬間に、画面が光り、まさにその人からの通知が表示された時、一度や二度ならすごい偶然だねで済みます。しかし両思いの2人の間では、これが不気味なほどの頻度で発生します。あまりにタイミングが良すぎて監視されているのかなと冗談交じりに笑ってしまうほどです。多くの人はこれを運命の赤い糸や虫の知らせといったスピリチュアルな言葉で表現します。もちろんそう信じることもロマンチックで素敵です。ですが、ここでも科学はより現実的でかつ感動的な答えを用意してくれています。この現象の正体、それは共有された文脈による脳内検索の最適化です。少し難しい言葉になりましたね。噛み砕いて説明しましょう。私たちの脳は常に膨大な情報の中から今の状況に最適な思考を検索しています。通常他人同士の脳内には全く異なるデータが入っています。育った環境、昨日の出来事、今の気分。だから同じ景色を見ても全く違うことを考えます。しかし深く思い合っている2人は違います。2人は過去の会話、共有した時間、互いの好みといった共通のデータベースを驚くべき解像度で脳内に構築しています。さらに、今日は寒いね、あの映画面白かったねといった日常の些細なやり取りが脳科学でいうプライミング、先行刺激として機能します。例えば朝に今日は寒いねという会話をしたとします。この小さな刺激が種となり、2人の脳内では無意識のうちに温かいもの、鍋料理、シチューといった連想ゲームが並行して進んでいきます。そして夕方、互いに仕事が終わったタイミングでその連想ゲームのゴールが同時に訪れるのです。ねえ、お鍋にしない？これは偶然の一致ではありません。2人の脳が同じ文脈を共有し、同じアルゴリズムで思考を処理した結果、必然的に導き出された最適解が重なっただけなのです。連絡のタイミングが被るのも同じ原理です。仕事が終わる時間、相手の生活リズム、前の会話のテンション、
これらを互いの脳が無意識にシミュレーションし、今なら相手もスマホを見ているかもしれない、今なら心地よく会話ができるかもしれないと判断するタイミングが精密に一致した結果なのです。これは片思いの状態ではなかなか起こりません。なぜなら片思いの場合、相手の情報量が圧倒的に不足しているか、あるいは自分の願望というフィルターがかかりすぎて相手の本当のリズムを正確にシミュレーションできないからです。あなたが連絡したいと思うタイミングはあくまであなたの都合であることが多いのです。しかし両思いの2人は違います。そこには自分だけでなく相手のリズムへの深い理解と配慮があります。自我の境界線が薄れ、2人の思考プロセスが溶け合うように統合されているからこそ、示し合わせたかのような奇跡が日常茶飯事となるのです。もしあなたとあの人の間で今同じこと言おうとしたという瞬間が増えているなら、それは2人の脳内に構築された専用回線がこれ以上ないほど良好に接続されている証拠です。その回線はどんな高速インターネットよりも早く深く2人の心をつないでいるのです。第3章、2人だけの国を作るミクロカルチャーの形成。さて、思考の動機が進むと2人の関係はさらに面白い段階へと進化します。それは世界でたった2人しか理解できない独自の文化の誕生です。社会心理学の分野では親密な関係性の発展においてインサイドジョーク、内輪ネタや特有のコミュニケーションコードが極めて重要な役割を果たすことが知られています。あなたとあの人の間には他人には絶対に意味が通じない、あるいは聞かれると少し恥ずかしいような謎の言葉や変なノリが存在しませんか。例えば以前のデートでの言い間違いをあえて何度も繰り返して笑い合ったり、特定の LINE スタンプ一つだけで複雑な感情や要件が全て伝わってしまったり、あるいは2人にしかわからない変なあだ名で呼び合っていたり、傍から見れば何がそんなに面白いのを、どういう意味と首をかしげられるようなことでしょう。しかしこの他者には理解不能であることこそが2人の絆を強固にする最強のスパイスなのです。これをミクロカルチャー、極小の文化と呼ぶことがあります。国に言語や法律があるように、恋人たちや親友同士は2人だけの小さな国を作り上げます。その国の中では一般的な常識やマナーよりも2人の間の約束事が優先されます。なぜこれが両思いの証拠になるのでしょうか。それはこの独自の文化を作り上げるためには膨大な時間とポジティブな感情の積み重ねが必要不可欠だからです。嫌いな相手やどうでもいい相手とわざわざ変な造語を作って遊ぼうとは思いませんよね。この人とならふざけても大丈夫、この人ならこのニュアンスを分かってくれるという絶対的な心理的安全性があるからこそ、私たちは子供のように無邪気になりクリエイティブな遊びを発明できるのです。ジョン・ゴットマンという著名な心理学者がいます。彼は長年の夫婦研究の中で、幸せなカップルは2人の過去のポジティブな出来事を頻繁に回想し、それを現在の会話に織り交ぜることを発見しました。あの時のあれひどかったよね、笑いと笑い合えるのは、過去の体験を2人の共有財産として大切に保管しているからです。片思いの場合、私たちはどうしても嫌われないようにと振る舞います。相手に合わせ一般的な良い人を演じようとします。そこには独自文化が生まれる隙間がありません。しかし両思いの2人は一般常識という枠を飛び越え、私たちだけの正解を作り始めます。もしあなたと相手の会話が他人から見てバカップルだねとか、何の話してるか全然わからないと言われるようなものになっていたら胸を張ってください。それはあなた方2人がこの広い世界の中に2人だけの安住の地、2人だけの王国を築き上げているという何よりの証明なのです。その言葉の数々は愛の暗号です。解読キーを持っているのは世界中であなたとあの人だけ。これほど特別な関係が他にあるでしょうか。第4章、沈黙が黄金に変わるとき。ペーシングと居心地の正体。関係性が深まるにつれて会話の内容や頻度以上に会話がない時間の質が劇的に変化していきます。これが次にお話しする沈黙の質の変化です。出会ったばかりの頃やまだ相手の気持ちがわからない片思いの時期、私たちにとって沈黙は恐怖の対象です。何か話さなきゃつまらないと思われていないかな、話題が尽きてしまった、焦る心臓の音が聞こえてきそうなほど数秒の空白が永遠のように長く感じられます。これは相手との関係がまだ不安定で
会話というロープで常につなぎ止めておかないと関係が切れてしまうのではないかという不安があるからです。しかし、両思いが確定し、信頼関係が根付いた2人の間に流れる沈黙は、全く別の性質を帯びます。それは、空虚な沈黙ではなく、充実した沈黙へと変わるのです。例えば、同じ部屋にいて、あなたは本を読み、相手はスマートフォンをいじっている。一言も喋らず、ただそれぞれの時間を過ごしている。それなのに、空間には温かい空気が満ちていて、孤独を感じない。むしろ、一人でいる時よりも深くリラックスできる。これを心理学用語でソリチュード、積極的孤独の共有と表現することもできますが、もっと感覚的に言えば存在の肯定です。わざわざ言葉にしてつなぎ止めなくても、私たちの関係は切れない。互いの無意識下でこの合意形成ができているからこそ、無理な会話が必要なくなるのです。さらに、ここにはペーシングという要素も関わっています。ペーシングとは、相手の話すスピード、声の大きさ、そして間の取り方を合わせることです。相性の良い両思いの2人は、この間の取り方が絶妙に一致します。会話が途切れるタイミング、次に話し出すタイミング、この呼吸が合うため、沈黙が訪れても気まずいと感じるのではなく、休息や余韻として心地よく感じられるのです。もし、あなたが誰かと一緒にいて、会話がふと途切れたとき、慌ててそういえばさ、と話題を探すのではなく、ふと窓の外を眺めたり、飲み物を一口飲んだりして、その静けさを味わうことができたなら、そして相手もまた、その静寂を心地よさそうに受け入れているなら、言葉はいりません。その沈黙こそが、私はあなたの隣で、ありのままの自分でいられるという、最大限の愛の告白なのです。饒舌に愛を語らうことだけが、両思いではありません。何も語らずとも満たされる時間を持てること、これこそが、長く続くパートナーシップにおいて、最も得難い幸福の一つなのです。第5章視線は口ほどに未来を語る。同交反応と愛着のサイン、身体、思考、文化、そして沈黙。ここまでの話で、あなたの心にはすでにいくつかの思い当たる節が浮かんでいるかもしれません。ですが、もう少しだけ深く、生物としての根源的な部分に触れていきましょう。それは目です。古くから目は口ほどにものを言うと言われますが、最新の科学はこれが単なる比喩ではないことを証明しています。特に、好意を抱く相手を見るとき、私たちの目には、自分でも制御できない劇的な変化が起こります。その一つが瞳孔の三大です。人は、興味のあるもの、好きなもの、美しいものを見ると、より多くの光情報を取り込もうとして、無意識に瞳孔、黒目の部分が開きます。これは自律神経の働きによるもので、意識的にコントロールすることは不可能です。もし、薄暗いわけでもないのに、あなたを見つめる相手の黒目がいつもより大きく、潤んで見えたなら、それは、相手の脳があなたに対して心よの反応を示し、ドーパミンやオキシトシンといった脳内物質が溢れ出している証拠です。そして、もう一つ重要なのが視線の質です。片思いや、まだ関係が浅い段階では、恥ずかしさが勝ってしまい、目が合うとすぐにそらしてしまうことが多いでしょう。しかし、深い信頼と愛情で結ばれた両思いの二人の視線には、持続性と柔らかさが同居します。相手が話しているとき、ただ目を見るだけでなく、顔全体を包み込むような柔らかい視線を送ってくる。あなたがふと視線を上げたとき、相手がすでにあなたを見ていて、目があってもそらすことなく、ふわりと微笑んでくる。この見守るような視線は、発達心理学における安全基地としての機能を果たしています。親が遊んでいる子供を優しく見守るように、パートナーはあなたを見つめることで、ここにいていいんだよ、君を大切に思っているよ、という無言のメッセージを送っているのです。この視線を受け取ったとき、私たちは本能的に深い安心感を覚え、セロトニンという癒しのホルモンが分泌されます。さらに興味深いのは、未来を見る視線です。会話の中で、来年の夏はここに行きたいね、いつかこういう家に住みたいねといった未来の話が出たとき、相手はどんな目をしているでしょうか。もし、相手があなたの目をまっすぐに見て、その瞳の奥に楽しそうな光を宿しながら同意してくれているなら、それは、相手の脳内の未来予想図の中に、当たり前のようにあなたの姿が存在していることを意味します。単なる遊びや、一時的な感情であれば、人は責任を伴う未来の話を避けようとします。視線をそらしたり、話題を変えたりするでしょう。しかし、両思いの、しかも人生を共に歩もうとしている二人の間では、未来の話は二人の共同プロジェクトの会議になります。
あなたの瞳に映る自分、相手の瞳に映るあなた、その両方が不安げに揺れるのではなく、確かな信頼の色を帯びて輝いているなら、言葉による確認なんてもう必要ないのかもしれません。その瞳こそが二人の関係を証明する最も美しい宝石なのですから。第6章、弱さこそが最強の絆、バルナラビリティの共有。ここまで楽しいことや嬉しい現象についてお話ししてきました。ですが、真の両思い、すなわち魂の伴侶とも呼べる関係性において避けて通れない、そして最も重要な要素があります。それは弱さを見せ合えるかどうかという点です。心理学にバルナラビリティという言葉があります。直訳すると脆弱性や傷つきやすさ。これは自分の弱点、コンプレックス、恥ずかしい失敗、過去のトラウマなどを隠さずにさらけ出すこと、そしてそれによって傷つく可能性を受け入れる勇気のことを指します。通常私たちは鎧を着て生きています。強く見せたい、賢く見せたい、魅力的でありたい、特に好きな人の前ではなおさらです。幻滅されたくないという思いから必死で欠点を隠そうとします。これは片思いの段階では当然の心理です。しかし関係が成熟し、本当の意味での両思いになると不思議な現象が起きます。この人にならかっこ悪い自分を見せても大丈夫かもしれない、そう思える瞬間が訪れるのです。例えば仕事で大きなミスをして落ち込んでいるとき、家族との関係で悩んでいるとき、あるいは生理的に体調が悪くボロボロの姿でいるとき、そんな人には見せたくない姿を相手の前で晒してしまったとしましょう。その時相手はどう反応するでしょうか。もし相手が引いたり軽蔑したりせず、ただ静かに隣に座りあなたの背中をさすってくれたなら、あるいはそんな君も人間らしくて好きだよとあなたの弱さを丸ごと肯定してくれたなら、その瞬間二人の関係は恋愛という枠を超え人生のパートナーシップへと昇華します。なぜなら人は強さによって惹かれ合い、弱さによって結びつく生き物だからです。強さは憧れを生みますが、弱さの共有は親密性と信頼を生みます。心理学者ブレネー・ブラウンの研究によれば、バルナラビリティを認め表現できる人ほど深い愛情と所属感を感じることができると言われています。完璧な私ではなく不完全な私を愛してもらうこと、これこそが私たちが心の奥底で求めている究極の救いなのではないでしょうか。もしあなたが相手の前で泣くことができたり、情けない悩みを打ち明けることができているなら、そして相手もまたあなたに弱音を吐いたり甘えたりする姿を見せてくれるなら、それはお互いが相手を心の安全地帯、サンクチュアリとして認めた証拠です。両思いとは単に楽しい時間を共有することだけではありません。辛い時間、悲しい時間、情けない時間、それらすべての影の部分さえも共有し支え合える関係のこと。もしそんな関係が築けているなら、それは何万回愛してると言い合うよりもはるかに尊く壊れにくい絆で結ばれているのです。第7章、愛の最終形態、幸福の同一化取り立て記行動。最後にお話しするのは両思いにおける最も崇高で美しい現象についてです。それは損得感情の消失と幸福の同一化です。行動経済学の基本原則では、人間は基本的に自分の利益を最大化するように行動するとされています。美味しいものは自分が食べたいし、面倒なことは他人に任せたい。これが生物としての合理的な判断です。しかし深く愛し合い心が通じ合った二人の間では、この経済原則が完全に崩壊します。あなたはこんな経験をしたことがありませんか。例えば最後の一個残った大好物のデザート、本来なら自分が食べたいはずなのに相手がそれを食べて美味しいと笑顔になるのを見た瞬間、自分が食べた時以上の満腹感と幸福感を感じる。あるいは相手が喜ぶ顔が見たいがために自分の睡眠時間を削ってサプライズの準備をしたり、自分は興味のない映画に付き合ったりする。そして重要なのは、それを犠牲だとは微塵も感じていないことです。してあげているという感覚すらなく、ただそうしたいからしている。心理学ではこれを拡張自己と呼ぶことがあります。相手を他人ではなく自分の一部として認識し始めている状態です。自分の指先が痛めば自分が痛いのと同じように、相手が悲しめば自分が悲しい。逆に相手が笑えばそれがそのまま自分の喜びになる。自我の境界線が解け、二人の幸福が同一化しているのです。片思いの段階では
どうしても見返りを求めてしまいがちです。これだけ尽くしたんだから振り向いてほしい、連絡を返してほしい。これはまだ取引、トランザクションの関係です。しかし真の両思い関係にある2人は見返りを求めません。なぜなら相手が幸せであることそのものが自分にとっての報酬になっているからです。もしあなたとあの人の間でどっちが先に帰るかではなく、もう少し一緒にいたいから駅まで送るよという譲り合いが起きたり、自分が話したいではなくあなたの話をもっと聞きたいという姿勢が自然と生まれたりしているなら、それはお互いの存在がそれぞれの人生において大体不可能な幸福の源泉になっている証拠です。自分の利益よりも相手の利益を優先できる。そして相手もまたあなたのためにそうしてくれる。この循環こそが世界で最も平和で最も強固な愛というシステムの完成型なのです。最終章エンディング、奇跡を信じる勇気、いかがでしたでしょうか。科学と心理学の視点から紐解く両思いでしか起こらない奇跡的な現象。1、身体が無意識に同期するシンクロニー現象。2、思考回路が重なる同時多発的な偶然。3、2人だけの国を作るミクロカルチャー。4、沈黙さえも愛おしいペーシングの一致。5、未来を語る動向の輝き。6、弱さを強さに変えるバルナラビリティの共有。7、そして相手の幸せを自分の幸せと感じる拡張事項。もしこれらの中に一つでもこれ私たちのことだと感じるものがあったなら、どうか自信を持ってください。それは決して偶然でもあなたの勘違いでもありません。何億という人間の中で2人の波長が奇跡的な確率で重なり合った動かぬ証拠なのですから、不安になる夜もあるでしょう。相手の気持ちが見えなくて泣きたくなる日もあるかもしれません。でも思い出してください。あなたの身体は、脳は、そして魂はすでに答えを知っています。目に見える言葉や態度だけでなく、その奥にある感覚を信じてみてください。今日の動画があなたの背中をそっと押し、大切な人との絆を再確認するきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。もしあなたとあの人の間に起きた不思議な偶然や素敵なエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。言葉にして書き出すことで、その記憶はより鮮明な確信へと変わります。そしてコメント欄に書き込まれた幸せなエピソードはきっと他の誰かの勇気にもなるはずです。あなたの恋が最高に素敵な両思いであることを心から願っています。そしてその奇跡を大切に育てていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。